が諸侯連合といったところでしょうか。こうやって一堂に会すると壮観ですね。陣地中央の大天幕の位置になびく旗が河北の雄袁紹の旗か。その横に慶州南陽の大主にして袁紹のいとこにあたる袁術の旗。ちびっこの旗もあるのだ。その奥には高等の麒麟児孫作さんの旗も見えますね。清涼の馬頭さんや官軍に所属していた方の旗もいくつか見受けられますね。あっちにあるのはパイレンさんの旗だ。子供のようですね、ご主人様。お兄ちゃんってばまだまだガキなのだ。でもご主人様の気持ちもわかるな。いつも噂でしか聞いたことがない人たちに会えるんだもん。このワクワク感は異常だよね。しかしワクワクしてばかりもいられますまい。曹操に孫作、いずれも侮りがたい英傑。そして袁紹も袁術も本人の能力は凡庸なれど、その財力と兵力は驚異の一言。そして最も心配なのはまだあるんだ。白慶殿の人の良さです。諸侯に付け入られるようなことがないと良いのですが、心配だ心配だ。平原の将劉備です。兵を率いてただいま参陣しました。連合軍の大将さんへ取り次ぎをお願いできますか？何？総大将がまだ決まってないだと？ということはこの場所に駐屯し一体何をしているのだ？総大将を決める軍議をしているのさ。ようとうか、久しぶりだな。お久しぶりだね。元気だった？おかげで無病息災さ。生も久しぶりだな。元気にしていたか？ええ、あれからあちこち放浪し、今は東花様、和人様のもとにお仕えしております。白慶殿もお元気そうで何よりですな。お前が抜けた後の穴を埋めるのは大変だったけどな。おお、嫌味を言われるなどと、白慶殿も成長されたようですな。ほざくなバカ。ところで白慶殿、総大将がまだ決まっていないというのは本当のことなのですか？ああ、残念ながら事実だ。どういうことなんでしょう。やはり諸侯の主導権争いが泥沼化しているのでしょうか。それがな、実はその逆なんだよ。
一部を除いて、総大将なんて面倒な仕事はごめんだ。という人間がほとんどでな。軍議が進まん。面倒なのは嫌だって言ってるなら、やりたいやつにやらせればいいのだ。違うのか？いや、実際そうなんだが、やりたそうにしている人間が自分から言い出さなくてな。つまり、やりたそうにしている人間に押し付けるつもりなのに、やりたそうにしている人間が立候補せず、また他の諸侯も発言に対しての責任を負いたくないから進めない、ということですか？ぴったりその通り。腹の探り合いで疲れるよ、ほんと。あまりにも疲れるから、軍議を抜け出して気分転換をしようと思ってな。そしたら、トーカたちがちょうど到着してたってわけだ。それは大真面目だと思いますよ。権力争いなんですから。シュリちゃんが言ってたことがぴったりと当たっちゃったね。この間にも東卓軍が軍備を整えていると考えると、ちょっとやりきれないかもです。まったく、英傑と呼ばれる人間が揃っていてこれか。船頭を多くして船が港でおねんねなのだな。それぞれが自分の利益を優先すればさもなろう。軍議に乗り込むか。こうしている間にも、もしかしたら諸人のみんなが悲しい思いをしているかもしれないんだから、そうするしかないよね。当然だよ。戦争を遊び感覚でやってる人たちにビシーッと一言言ってやるんだから。でも、じゃあどうすればいいの？このままじゃいたずらに時間だけが過ぎちゃうよ。なにご主人様、何かいい手でも思いついたの？それだけ？それはそうだけど。でも、それだと私たちが発言の責任を取らなくちゃならなくなるんじゃないかな。大丈夫かな。